こんにちは、僕ムーです。今日はですね、このちょっとお高めの水彩紙ウォーターフォードを使って絵を描いていこうと思っています。この紙のレビューだけの動画をね、別で投稿しているので、気になる方はそちらも見てみてください。今日はこちら塗っていきます。このウォーターフォードはグラデーションとかにじみがね、綺麗にできるっていうことなので、とても楽しみです。重ね塗りとか本当にしやすくて、レビューの動画の方でも言ってたんですけど、もう書き込みとかねしやすそうなので、どんどん描いていきたいと思います。色はね、なんとなくっていうかちゃんと決めました。なのでこの設計通りに塗っていきたいなと思います。ウォーターフォードさん高いんで、ホワイトワトソンさんにね、この試し塗りとかはしました。やっぱりね、使い分けって大事だよね。さて、塗るぞ。楽しみ。ちょっと待って、でもね、先にまず作んなきゃいけないから、絵の具をまず作りましょう。気づいたんですけど、ハーフパンはしっかり先に水を入れて溶かした方がやっぱ使いやすいですね。溶けづらい絵の具とかって本当にそれがね取れなくて、色がね薄くなりがちなんですよね。そういう意味ではね、スポイトやっぱ買ってよかったなって思いました。筆でね水入れちゃうと筆の方に色がついちゃってね、ちょっとだるいことになるんでね。梅皿にも綺麗な水を入れるときはスポイトを使っています。ちょっと一滴が多いみたいなことをね、一回動画で言ってたんですけど、意外と絵の具ってたくさん準備しとかないと途中で色を変えるとムラになりやすかったりするので、たっぷり作れるので、全然このスポイトで良かったです。黄色結構隣の色とかが入ってめっちゃ濁りやすいんで、本当はちょっと青色の隣とかね入れたくないんですけどね。うわ、スポイトの水落ちた。ちょっと待ってね、一回ね試し塗りはした方がいいと思うんですよ。ちょっと作った色見本の隣に試し塗りをする。色の濃さチェック。濃いか薄いか、もうちょっと薄くていいかな。水を足します。やっぱ飛んだ不器用すぎて本当にやばいんだけど、ここまずやばいなんかちょうどピンクのとこだから、こんなことにはならないと思うんですけどね、普通の人だったらこんなに飛ぶことはないと思う。集中良さげ、多分ねなんか正直よくわかんないから、もう全てを感覚でやって、もう失敗したらやり直すっていう、もうそのトライアンドエラーしかない。でもそれがまた楽しい。多分これでいけるな、感覚だが。よーし、塗るぞ。でウォーターフォードって後でね色をね剥がしたりとかがしづらいから、この風船のハイライトを入れたいんですけど、それをね後から白のペンで入れちゃおうかなと思います。やります。今見たけど、この印刷がなんか若干ぴったしじゃなかったから、四隅が空いてるから、どうやって塗ろうかな。気合い。僕は不器用なんで、撮影中でも遠慮なく紙を回していきます。紙回した方がやっぱ描きやすいですよ。見づらいと思うんですけどね。ちなみにこの4号の筆でだいたい全部塗ってます。たまに細いやつもう1本出てきます。
塗り待ちの間にお肌とか塗り出そうかな。そう、こういうことがしたいからさ、梅皿も1個買っちゃいました。さっきの色置いときたいのにさ、これ足りなくなっちゃうからさ、梅皿が7色以上は使うんだよな。お肌はなんかね、ジョンブリアンっていうね、なんかいわゆる肌色っていうね、肌色があるらしいんですけど、僕ムはボタニカルアートセットっていうねセットを買って、それにはねジョーンブリアンがないので、いつもっていうか、まあ始めたとこだからそんなだけど、バーンとシエンナをめっちゃ薄めて塗ってます。薄めるとかなり理想の肌色になります。透明感もあるしね。でもジョーンブリアンは欲しいなと思っているので買ってみます。今度また動画でも見せようと思います。でこのさ、乾いてないやつをさ、めっちゃ手につけることが多いんだよね。なんかこの手つけって書くからさ、それをマジで気をつけないと終わる。どうしようかな。目のところ開けたい、鼻の上ちょっと開けたい。いけるかな、そんなこと。でもやっぱこのウォーターフォードすごい染み込むから、水もなんかたっぷり使えて塗りやすいな。塗り心地がやっぱ違う感じはあります。水がこう流れていかなくて、細かいところも塗りやすい。吸収してくれる。手の方も塗っていきます。意外と筆の水は多分ね、思ったより多めが塗りやすい。ムラにならずに。なんかね、最初ずっとこんぐらいでカッスカスで塗ってたんですけど、最初の方の初めて書く動画を上げてるんですけど、結構ね、水多めがムラになりづらいです。で、その多めの方がムラになりづらいんだけど、水がやっぱ流れちゃって難しいんですけど、ウォーターフォードは流れづらいなと感じます。吸収してくれる。ハートの風船の方がいい感じのにじみができてきました。まだ多分乾くうちに変わっていくんですけど、やっぱね、練習で結構やったんですけど、今までで一番いい感じにできた気がします。やっぱ練習ってやっぱ気合が入らないから、練習も大事だと思うんですけど、やっぱ本番とはまたちょっと違うな。集中力とか。服はね、薄い色で塗ろうと思ってて、基本的にオペラとセルリアンブルーを混ぜた色、混ぜたりちょっとグラデーションになっててもいいかなと思ってるので、途中で色を足したりしたいと思います。ペインズグレイもちょっと混ぜてます。やばい、ウォーターフォードはすぐ拭かないと、はみ出た時取れづらくなっちゃうんで、乾くと気をつけましょう。はみ出さないように。結構風船の色がコントラスト高めなので、このズボンの色を結構濃いめに塗って、全体の統一感を出します。ズボンはペインズグレーにこう色をね、ちょっと刺したりしようかなと思います。
乾かないうちに他の色入れなきゃって思って若干焦ってたんですけど、なんかウォーターフォードなら水をたっぷり含ませておけるので、その分乾きがちょっと遅いかもしれない。赤を入れました。ちょっと入れすぎました。そうでもなかった。はい、青。ちょっと水入った。まあいいかな、にじみ綺麗だからね、ウォーターフォードは。ここ赤にしてたけど、ちょっと濃い色入れたいんで、これついた？ちょっとやばい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 。ちょっと待って。ついてる。いつの間に？ウォーターフォードやばいから。色取れなくなっちゃうから。そういう意味でね、やっぱホワイトアトソンはね、初心者向けっておすすめする方が多いんでしょうね。でも多分ね、初心者じゃなくなっても多分このミスすると思うんだよね、僕のは。なんだっけ何しようとしてたっけ。そうそう、ここの色をフェインズグレーにしようかなと思います。もともと赤にしてたんですけどね。でも多分全体の統一感的にこの辺にもうちょっとフェインズグレーが欲しい。いけるか。さすがに細い筆で塗ろうかな。この細筆を使います。キャムロンプロプラタアルテージュ10-0。もう書いてんのかな。大丈夫そう、肘を置いても。ちょっと集中力が欠如してる。風船と同じグラデーションでリボンを塗ってみました。ここでバンダイキブラウンでベルトのあたりを塗っていこうと思います。なんかすごい弾くんだよな、バンダイキブラウンさん。ちょっと赤とかをこう後で刺して入れる感じにして全体のなじませをしたいなと思います。やっぱり一色だけだとやっぱり色が浮いちゃうんで、ここに赤を混ぜることによって統一できると思っている。ここに赤をちょん、いや入れすぎでしょ。一回吸収してでもいい感じいい感じ。ちなみにこのキャラクターオリジナルキャラクターなんですけど、男の子です。一応ね、男の子をねメインで描いていこうっていう軸だけ決めてるんで、でも可愛らしい男の子も描きたいなと思ってます。で、このキャラクターの目は水色なんで水色で塗るんですけど、ちょっとペインズグレーを混ぜた色で塗ります。っていうのも他に青色がない絵なので、ちょっとここだけ浮いちゃうとあれかなと思って再度低めに塗ってます。本当はね、このハートになんか青系も混ぜたりしたかったんですけど、でもなんかいろいろ試してる中でこうなんか絵の具の合う合わないがあって、グラデーションになんかね混ざると濁っちゃう色っていうのがやっぱりあるんですよね。で、僕が持ってる絵の具だと全部濁っちゃったんで結構パターン試したんですけど、なのでちょっと青色は入れずにやりました。多分いける絵の具もあると思うんですけどね。混ざると紫になるみたいなさ、なんか全部すごい暗い色になっちゃったんですよね。目の下のハイライトの色を黄色にしようかな。全体のバランスを見てやっぱりね、青がこの辺とこの辺に入ってるんで、ここのちょっと影をセルリアンブルーにすることで全体の統一をしたい。
重ね塗りが剥げないですね。全然綺麗に色がのりますね。やっぱホワイトワトソンの時は多分ね、筆とかも関係すると思うんですけど、筆圧とかも結構剥げちゃってたんですよね。お肌の赤みをのバーンとシエンナ、肌に使った色にオペラ、ピロールレッドを足した色で赤みを作りました。かなり発色がいいですね、重ね塗りした時の。でこうやって2段階目の重ね塗りでもぼかせるのすごいいいですね。ちょっと慣れてきたのもあるんですけど、僕も最初のうちでホワイトワトソンでやってたらもうすごい下の色が剥げるんですよね。やっぱこうやってぼかす時に、でもその分ね、失敗した時に取れるっていうのがやっぱ一長一短ですよね。もうすごい綺麗にぼかしできた。この筆2本買ってよかったなって思いましたね。この細い方の筆は本当になんかね、細いペン針に細い線引けるし、でもう一個の筆はね、もうね、細いところも広いところも塗れるんで、欲を言えばもうちょっとね、背景とかね塗る場合とか、広い面を塗るときはもうちょっと太い筆がある方がムラができにくくていいなと思っているので、筆は買うんですけどね、まだここめっちゃ赤溶けてんじゃん。これはこれで使っていこうかな。影的な感じで、ある程度溶け出すのも味、パキッとした絵が描きたかったらね、デジタルで描くんで、こういうランダム性みたいなのやっぱ面白いですね。なんかウォーターフォードだとこう塗り重ねたりこう書き込んでいってても紙がね、なんかバサバサしないからずっと書き込める。なんかね、アニメ塗りっぽい感じとかだと全然ホワイトワトソンでもね、もうめっちゃ十分だと思います。紙もすごい良くて、なんかね、画用紙でもできんじゃねって思ってね、一回画用紙で若干試したんですけど、もうね、絵の具流れまくり、紙がなんかねボサボサになってね、全然無理だったんで、そういう意味ではお値段であんだけ描けるってかなりすごいんだろうな。もうちょっと塗り込みたいんですけど、その前にちょっとペン入れも合間にしてイメージを出したいと思いますね。ウォーターフォードなんかペン入れがホワイトワトソンよりちょっと濃く出るっていうか、そもそもホワイトワトソンがちょっと薄く細く出るというか、そういう感じだったんですけど、ウォーターフォードは普通の紙ぐらいの、いやもうちょっと濃いかな、どうだろう。なんかね、とにかくホワイトワトソンと比べると濃く出るから気をつけて描かないといけない。なんか結構細めのペンで塗る方がいいかなと思って、もう 0.05 を使っています。結構ペン先にね引っかかる感じがありますね。ホワイトワトソンの方が引っかかりが少ないかもしれない。ウォーターフォードの方がこう引っかかりがあってちょっと描きづらいかな、線を引く分には。そんな気になるほどじゃないかもしれないですけど、やっぱ本番で描いてみて分かることってありますね。試し書きだけじゃなくて。肌以外のところは一旦ウォームグレーで塗ります。ちょっと濃いところはもう一段階太めの 0.1 で入れていきます。
0.1 はそんな引っかかり感じないですね。やっぱ細いほど引っかかりを感じやすいのかもしれないです。ちょっと目はやっぱ怖いから 0.05 でやろう。水彩でできたこの境目をこうなぞることによってちょっと密度を上げてます。この子髪の毛が白目なので、こうやって色をね、影をあんまり入れれないので、この水彩境界をなぞることによってちょっと細かさ、ディティールを上げる試み。まつげはウォームグレーも使うんですけど、端の方とかをセピアでちょっと色を入れて、ちょっとお肌感を出す。お肌に馴染む感じを出す。デジタルでもよくやってます。基本的にね、肌に近いところは茶色系を入れるようにしています。服のディティールも上げるために水彩境界をちょっとなぞります。間を空けつつ、本当は色のついた線でなぞることが多いのでそうしたいんですけど、透明水彩だと下の色が透けるんで、透明水彩なんで、もしかしたら不透明な絵の具を使って今後少しこう線の色を入れたりとかもしたいなと思っています。気になってるのはアクリルガッシュです。色鉛筆とか使って線入れてみるのも面白いかも。膝にも色入れとこう。もうぼかしが決まるの最高だな、ウォーターフォード。多分技術があればね、ホワイトアトソンでもできるのはできると思います。上からめっちゃ撫でれるの最高。なんか感覚で塗れるから嬉しいな。ウォーターフォードの方がダイナミックにダイナミックっていうかダイナミックにね塗りやすい。もうちょっと全体的に水色味を足したいなと思います。一部セルリアンブルーをこう入れていくことによって全体に水色味を足します。オペラも要所要所に足していきます。なんかね、ピンクと青が入ってればね好きなんですよ、僕は。だいたいだからピンクと青がない絵でもこうやってこう無理やりちょっと足してるんですよ、いつも。こうすることによって自分の好きな絵になるってことが分かったんで、やっぱ自分の好きを見つけるのって大事ですよね。他にもいっぱい自分の好きな絵にする方法をこう見つけ出せば幸せになれるっていう。この後ろに風船の後ろに耳があるので、クリムソン冷気で濃くすることによって後ろにある予感を出します。それでちょっと風船の影も一部描き足します。コピックマルチライナーのブラックで墨だまりを作っていくことでコントラストを上げます。多分ね、全部真っ黒でなぞっちゃうとなんかくどくなるっていうか、線の方が出過ぎちゃうと思うんですよね。なのでこうやって一部だけ黒でなぞっています。ハイライトを入れます。
線もハイライト入れます。他に必要そうなところに白を入れていきます。透明な色でこうやって後から入れるの楽しいですね。アクリルガッシュ欲しいなって思ってます。普通にアクリルガッシュの絵も描いてみたいし、こうやって仕上げでちょっとね上から色入れたいなって感じますね。モノログハマりすぎてお金が飛んでいく。なんか心なしかホワイトアトソンの時よりもこのホワイトが入れやすいですね。この白色がやっぱり塗り重ねだからかな。ちょっとやっぱ傷んだ上に白入りづらかったのかもしれない。ペンが吹っ飛んだ。完成しました。ウォーターフォード水彩紙で描いてみて、やっぱりたくさん重ね塗りができたのが楽しかったです。あとボクムの好みのぼかし具合に仕上がってめっちゃ満足です。ボクムが最初に買ったホワイトワトソン紙もコスパがいいので練習とか試し塗りに使いつつ、作品は基本的にウォーターフォードをねメインで使おうかなって思いました。最後まで見てくれてありがとうございました。他にもイラストに挑戦するような動画を投稿していこうと思っているので、ぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいです。それではまた次の動画で